こんにちは。今日はオシロスコープに使う面白いプローブを手に入れたので紹介します。それがこちらです。何かというと、光アイソレーションプローブです。光絶縁プローブと呼んだりもしますね。前回の動画ではミクシブのオシロスコープをレビューしたのですが、今回はそちらの続きになります。こちらの光絶縁プローブを使っていくのに比較対象が必要ですので、今回はこちらの受動プローブ、高電圧作動プローブ、そして光絶縁プローブの3つを用意しました。この3つをそれぞれ使ってみてどういった特徴があるのか、どういった違いがあるのか、そして光絶縁プローブを使うと何が良いのかというのを見ていきます。まずはこちらの回路の波形をオシロスコープを使って見ていきます。同じ抵抗値の抵抗が2つ直列接続になっているので、それぞれ均等に分圧されるはずです。まずは下側の抵抗の電圧波形を見ていきましょう。プローブから出ている線をこんな感じで接続します。そして抵抗の下側にグラウンドのリードをつなぎます。これは簡単ですね。こんな感じでね、リードとそしてプローブの先端をつなげば、はい、波形が表示されます。炎上はしません。さすがにね。では次、下側の抵抗の電圧を見ながら上側の抵抗の電圧も見てみたいと思います。オシロスコープのチャンネル2をこういう風に引っ張ってきて上側のところにつなぐと、そしてチャンネル2のグラウンドリードをここにつなげば、電圧が見えるんじゃないかっていうことですね。では実際にやってみたいと思います。これもね、簡単ですね。こんな感じでプローブを接続して、はい、そしてグラウンドリードをつないでいくと、実はこの接続、受動プローブではやってはいけないんです。約束です。なぜやってはいけないのかを解説します。まず前提として、一般的なオシロスコープの場合、プローブから生えているグラウンドリードはこのオシロスコープの中で全部共通の電位になっています。中で全部つながっているんですね。例えば測定対象につながっている信号源、こちらがとても出力インピーダンスの低い電源回路なんかだったりする場合を考えてみます。このような接続をするとどうなるかというと、電流はこういう風に流れていって、そしてチャンネル2のグラウンドリードを通って、まずオシロスコープの中に電流が入っていくと。そしてオシロスコープの中、こちらのグラウンドは全て共通ですので、チャンネル1のグラウンドを通って、こういう風に電流が流れていくんですね。そうするとプローブとオシロスコープのグラウンド部分に大電流が流れます。こちらのプローブのグラウンドリードは焼けますし、最悪の場合はオシロスコープ自体が壊れてしまいます。先ほどの実験で使った信号源はこういった出力インピーダンスが50オームある信号源なので、実際オシロスコープが壊れるということはほとんどありません。ただ接続はしても問題ないのですが、測定される波形は2チャンネルとも本来測定できるはずだった波形とはなりません。チャンネル2を画像のように接続してみます。まずは受動プローブのフックを引っ掛けて、そして次にグラウンドリードを引っ掛けると、はい、チャンネル1の波形は 0V になってしまいましたね。これは下側の抵抗の両端の電位がグラウンドになってしまったからです。では受動プローブだけで上側抵抗の両端の電圧、そして下側にある抵抗の両端の電圧を見たい場合どうするか。それは意外に簡単です。チャンネル1の接続はそのまま、そしてチャンネル2の接続ですね。こちら先ほどグラウンドこの部分につないでいましたが、これもですね、チャンネル1と同じようにこの部分に接続してしまいます。こんな感じですね。チャンネルにも接続します。回路図から見てもわかる通り、赤色の波形は電源電圧、そして黄色の波形は下側の抵抗の電圧です。同じ抵抗値の抵抗が2つ直列接続になっているので、下側の抵抗値の電圧は電源電圧の半分に分圧されます。この後どうするかというと、オシロスコープのマス機能を使って波形演算します。例えば上側の抵抗の両端の電圧を V12 としましょう。V12 はここの V1 の電圧引く V2 です。V2 はここの電圧ですね。見てわかる通り V1 と V2 はもうそれぞれ測っているんですね。この波形演算をすると上側の抵抗の両端の電圧が求まるわけです。実際にオシロスコープでも同じことをやってみます。実際にマス機能を使ってみます。先ほどホワイトボードで説明した図だとチャンネル2を使っていたんですが、実際のオシロスコープだとチャンネル3を今は使います。では実際にやっていきます。チャンネル3の電圧が電源電圧、そしてチャンネル1の電圧を引いてあげると、ここの引くにするとこのようになりました。レンジを調整して、はい、こちらです。このようにマス機能を使うことで回路のグラウンドから浮いている部分の信号の測定ができるようになります。ただこのやり方には問題があって、上側の電圧レベルが極端に小さいと演算した波形はノイズまみれになってしまいます。例えば抵抗値をそれぞれ 1R と 100R にしましょう。電圧は1対100に分圧されます。
振幅が100倍違う信号を取り出すっていうのはなかなか難しいんですね。実際にやってみるとこんな感じです。下側の抵抗の波形と電源電圧波形ほとんど同じなんですね。なので波形演算の結果もこのように振幅が非常に小さくなってしまいます。波形演算の結果も拡大はできるのですが、こんな感じで結構ノイズ多めの波形になってしまっているんですね。今は抵抗の分圧を測定していましたが、信号源でも同じようなことができます。信号源がこのように接続されていたら、2つプローブをつないで、そして波形演算をすれば、先ほどと同じ結果が得られます。ちなみにこの回路の場合ですが、オシロスコープから測定対象の回路を見たときに、ちょうどここの下側にある電圧をコモンモード電圧と呼びます。このですね、コモンモード電圧というワードは結構重要なので覚えておいてください。でですね、ここまで見てきた通り、コモンモード電圧を含んだ信号の測定というのを受動プローブだけでやろうとすると結構めんどくさいです。なんですけども、そういった問題点は実は結構簡単に解決できます。それは何かというと、電圧作動プローブを使うことです。今回は作動プローブの中でも特に高電圧作動プローブを使います。使い方は簡単です。電圧を見たい箇所の両端にリード線をつなげるだけです。例えばこことここにつないだり、その他のところにもつないだりするんですね。そうすることでどこか2点間の電圧波形を見ることができます。使い方の感覚としては、こういったテスターでどこか両端の電圧を測定する。大体そんな使い方ですね。ただテスターとは違ってどこの電圧を測定しているかというのは少し違ってきます。テスターは両端の電圧を測定していますが、作動プローブは違います。先ほどの回路を作動プローブを使って測定します。作動プローブのプラスマイナスのリード線をそれぞれこんな感じでつないでいきます。そうするとですね、このように波形が表示されます。受動プローブと違って2点の間の電圧を見ることができるので、波形演算なんかも必要ありません。なかなか使いやすいプローブだとは思います。で、受動プローブと違ってですね、このように2点の間の電圧を見ることができるので、絶縁されているんじゃないかって思うんですけども、実は作動プローブはオシロスコープとは電気的に絶縁されていません。さらにここで気をつけることがもう一つあります。それは何かというと、作動プローブを使った場合であっても、測定の基準の電位というのはオシロスコープのグラウンドということです。ここは重要な部分なので、ちゃんと解説します。作動プローブはこの2点の間の電圧を測定しているかのように見えるんですけども、違います。実際はどうなっているかというと、オシロスコープのグラウンド電位を基準にして A 点、B 点の電圧をそれぞれ測定します。そしてその電圧の差分を取ることで、オシロスコープに AB 間の電圧を表示しているんです。ちょっと分かりやすくするために、オシロスコープのグラウンドと測定対象回路のグラウンドは共通にしています。例えばこの回路ですと、作動プローブのマイナス側のリードはコモンモード電圧を見ています。そしてプラス側のリードは何を見ているかというと、こちらのコモンモード電圧、そしてさらに見たい部分の電圧を加えた信号というのを見ていることになります。点 A と点 B の電圧の差分を取ると、この赤色で書いた見たい部分だけの信号になるわけです。その信号を作動プローブのボックスの中でさらに増幅してオシロスコープまで送るわけですね。そうすることでオシロスコープにはこの VAB 間の電圧が表示されるんですね。なかなか面白いですよね、これも。なのでこの場合、作動プローブはコモンモード電圧を乗った信号を測定しているんですね。しかも作動プローブはオシロスコープを絶縁するわけではないので、コモンモード電圧の上限があります。だいたい 2kV から3kV くらいのことが多いですね。作動プローブはこのように一見簡単に使えるんですけども、ちゃんと使おうとすると実は結構難しかったりします。次は今日の主役の光絶縁プローブです。これですね。測定チップ、測定ヘッド、光ファイバー、受光部の4つから構成されています。測定のやり方ですが、こちらの測定ヘッドから入っている測定チップを測定したい回路に接続するだけです。測定ヘッドへの給電であったり信号のやり取りなんかは、この光ファイバーケーブルを使っています。これが光絶縁プローブです。かなり面白い技術ですよね。このプローブとオシロの接続を見ていきます。BNC 端子に対応しているので、どんなオシロスコープにも使えることが特徴です。例えば光絶縁プローブだけミクシグで揃えて、オシロ本体はテクトロとかいうこともできます。実際の測定はこんな感じの接続になります。測定チップがあって測定ヘッドがあると。そして光ファイバーがあって受光部があって、それがオシロスコープにつながっていると。光ファイバーを使っているので、測定対象の回路とオシロスコープは電気的に絶縁されています。
測定の原理で作動プローブと違うのは何かというと、測定の基準となる電位が測定対象の回路にあることです。作動プローブの場合はオシロスコープのグラウンドが基準になっていました。光絶縁プローブは純粋にこの2点の間の電圧を測っています。作動プローブの場合はコモンモード電圧も一緒に測っていましたからね。さらにですね、オシロスコープから電気的に絶縁されているので、原理的にはコモンモード電圧はいくら高くても大丈夫です。ただ実用上は 50kV とか 60kV くらいのコモンモード電圧まで OK としていることが多いです。それでも作動プローブのコモンモード電圧の上限と比べると10倍から20倍くらい光絶縁プローブの方が高いコモンモード電圧を許容しています。ここからは作動プローブと光絶縁プローブで測定にどれくらい差が出てくるのかを見ていきます。こちらの回路を使います。通常の使い方ですと測定したい両端の電圧を見るんですが、今回は同じポイントの電圧を見るということをやります。接続する電源はこういった区形波を出すとしましょう。この実験で何を見たいかというと、プローブがコモンモード電圧の影響をどれくらい受けるかです。こちらの測定している点からプローブのリード線、そしてプローブの測定ボックス、そしてオシロスコープまでの回路が全く理想的なものであれば、オシロスコープに表示される波形というのは全くフラットになるはずです。これは皆さん分かりますね。同じところの電圧を測定しているので、その差分はゼロになります。実際にどうなるか、まずは作動プローブだけで見ていきます。では実際に波形を見ていきます。こちらの緑色の波形は抵抗の両端に加わっている電圧を見ています。そしてこちらの黄色の波形が作動プローブの電圧です。まだつなげていませんが、つなげていくとこういう風になります。そしてプラス側もつなげていきましょう。はい、どうでしょうか。完全に 0V フラットというわけではなさそうですね。波形を拡大していきましょう。こんな感じでわかりますかね。元々の波形の立ち上がり立ち下がりの部分で何か波形が見えてしまっていますね。これは本来見えてほしくない波形です。この波形が見えているということは、コモンモード電圧の影響を完全に除去できていないということです。ここにある測定点から2本のプローブを見たとき、回路的には同じように見えますが、実際には少しだけばらつきがあります。例えばこちらのリード線の配線がですね、まとまっていないとコモンモード電圧の影響がものすごく出てくるんですね。綺麗にまとめていくと、はい、コモンモード電圧の影響は非常に少なくなりました。またプローブ内部に使われている電子部品のばらつきによっても、こちらの測定点から見たプラスマイナスの回路というのは異なって見えます。このばらつきというのは低周波の信号を見る場合はそこまで大きな影響にはならないのですが、高周波になってくるとその影響は大きくなってきます。例えば先ほどの回路で入力する信号を 1kHz の制限波にしてみます。作動プローブで見ている電圧はかなりフラットになっていますね。このようにプローブを動かしてみても影響というのはほとんど見えないですね。ここから周波数を高くして、例えば 50MHz くらいにしてみます。そうするとコモンモード電圧の影響が出てきてしまっていますね。そしてプローブ自体のばらつきを大きくすると、このようにコモンモード電圧の影響というのがかなり出てきてしまいます。高い周波数の信号を見ようとすると回路のばらつきが効いてきて、その結果こういう風なコモンモード電圧がよく見えてしまうんですね。先ほどから何回も言っていますが、この波形というのは本来見えてほしくなくて、完全に 0V フラットのような状態になってほしいというのが理想的な状態です。区形波の場合ですと、この立ち上がり立ち下がりの部分は高周波の成分を含んでいます。なので作動プローブで見るとその高周波の成分というのが見えてしまうんですね。逆に波形のフラットな部分については周波数成分は直流なので、作動プローブで取った波形というのもフラットになります。このようにコモンモード電圧の影響をどれくらい除去できるかを表す指標が CMRR Common Mode Rejection Ratio。 日本語で言うと同相信号除去比です。コモンモード信号の影響をどれだけ除去できているかですね。この比率が高いほど、先ほどの実験ではこの波形がですね、フラットになると、こんな感じでですね CMRR を悪化させることもできますね。これは CMRR が低い状態です。でこれが高い状態となるわけですね。光絶縁プローブでも同じことを試してみます。黄色の波形は高電圧作動プローブ、青色の波形は光絶縁プローブです。では実際に接続してみましょうか。はい、2つとも同じ電圧レンジで見ているのですが、光 ISO の方はこの辺りほとんど 0V 一定に張り付いています。このように何も見えていないということは、その分コモンモード電圧を除去できているということです。拡大していくと、
こんな感じでかろうじて何かあるなというのはわかるんですけども、バックグラウンドノイズにほとんど埋もれてしまってわかりませんね。作動プローブの場合もうまくやればこのようにコモンモード電圧の影響は除去できます。ただこれは測定する人によって結構ばらつきが出ます。うまくやってくれる人はこういう風に束ねてやってくれますし、そうでない人はですね、こういう風にプローブを束ねない状態でやってしまうと。なので測定する人によって波形のばらつきというのが出てしまいます。再現性が低くなるんですね。あとはこのプローブのクリップの部分ですね、結構大きめなのでなるべくまとめたいんですけども、そもそもの測定環境でまとめることができないなんていう場合もあります。こういった実際の回路を測定するとき、光絶縁プローブを使うと何が良いのかというのを見ていきます。例えばこちらの回路です。これはハーフブリッジ回路といってパワーエレクトロニクスでは最も基本的な回路の一つです。上側の MOSFET のゲートソース間にプラスの電圧を加えると MOSFET がオンしてこの抵抗の両端に加わる電圧というのは電源電圧と同じ Vin になります。逆にこのゲートソース間の電圧を 0V にすると MOSFET がオフになって電流が流れない。なので出力電圧はこれは 0V になると。そういう動作です。ここで重要なので覚えてほしいんですけども、この MOSFET のゲート端子に加える電圧というのはこちらのソース端子を基準にした電圧なんですね。だいたい直流の 5V から 15V くらいの電圧をこの間にかけると MOSFET がオンします。そしてこの回路の動作を評価するとき重要になってくるのがゲートソース間の電圧波形の測定なんです。この回路をよく見てみると上側の MOSFET のソース電圧というのは 0V と電源電圧の間を行ったり来たりします。ということはですね、これがコモンモード電圧になるわけですね。勘のいい人ならもう気づいてると思うのですが、作動プローブを使ってこのゲートソース間の電圧をうまく測定できるのかというのが回路の評価で非常に重要になってきます。ではこちらの評価ボードを使って実際に確認していきます。では実際に波形を測定していきます。こちらがハーフブリッジ回路の評価ボードです。オシロスコープに映っている緑色の波形がハーフブリッジ回路の出力電圧、下側スイッチのドレインソース間の電圧です。ちなみに今回はスイッチとして GANFET を使っています。ちなみに出力電圧は変えられるようになっていて、こちらで 20V、80V、そして 300V という風になっています。まず作動プローブを使って上側スイッチのゲートソース間の電圧を見ていきます。まずは出力電圧が 20V の時です。この黄色の波形が上側スイッチのゲートソース間の電圧です。波形は若干リンギングしていますね。これは元々の波形がリンギングしている可能性もありますし、作動プローブがコモンモード電圧を完全に除去できていない可能性もあります。出力電圧をさらに高くしていきます。そうするとですね、リンギングがめちゃくちゃ大きくなってるんですね。わかりますかね。さらに出力電圧を 300V に高くします。そうするとですね、わかりますかね。結構誤動作っぽい動作になってるんですよね。こちらの出力電圧が上がりきらないんですね。こんな感じでちょっと誤動作っぽくなっていますね。こんな感じですね。20、80、そして300と。MOSFET のゲートソース間に作動プローブがつながっていると作動プローブ自身が負荷となってしまいます。条件によっては作動プローブが誤動作の原因となってしまうこともあるんですね。こうなってしまうと作った回路の評価が非常に難しくなってしまうわけです。実はこういったところで光絶縁プローブを使ってほしいわけです。こんな感じでパチッとセットしてしまいます。実際に試してみるとこんな感じですね。この2つは上側スイッチのゲートソース間の電圧です。黄色は高電圧作動プローブで見ているもの、青色は光絶縁プローブで見ているものです。電源電圧をさらに高くすると違いが分かりますでしょうか。こんな感じでリンギングがかなり少なくなっています。作動プローブを外して光絶縁プローブ単体で見てみましょうか。光絶縁プローブだけで波形を見ていますが、リンギングが全くないんですね。出力電圧を 300V の最高電圧にしても、ゲートソース間の電圧のリンギングというのが全く発生していません。また回路自体の誤動作ですね。これも先ほどはかなり起きていたんですけども、もうこの状態だと全くないですね。かなり安定して動作しています。これはですね、測定するための回路が測定対象の回路に与える影響というのがかなり少なくなったからです。光絶縁プローブを使うとかなり綺麗な波形が見れるということですね。ただですね、この光絶縁プローブで測定した波形が全く正しいかと言われると、それは少し答えに困ります。というのも、測定した波形というのは、こういったプローブが影響を与えた後の波形だからです。真の波形に近くなるような測定はできるんですが、真の波形というのは誰にもわからないんですね。こ
ここに表示された波形というのはプローブの影響を受けた後の波形ということです。ただ今回の場合だと光絶縁プローブを使うことで真の波形により近い波形というのを測定できているのではないかと思います。というわけで今日は受動プローブ、作動プローブ、そして光絶縁プローブについて見てきました。それぞれいろいろな特徴はありますが、光絶縁プローブの CMRR の高さ、回路に与える影響の少なさが分かったのではないかと思います。性能的なものもありますが、この光絶縁プローブの良さは何かというと、やっぱり BNC 端子接続なことです。他社の光絶縁プローブはそのメーカーだけでしか使えないことが多いのですが、これは BNC だけなので他社のお城にも気軽に使えることがメリットですね。概要欄に今日使ったプローブのリンクをまとめましたので、興味のあるパワーエレ関係者の方はぜひ見てください。最後になりますが、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か感想がありましたら、ぜひコメントもしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。